皆さんこんにちは、ユンキャンプです。本日、泊まるキャンプ場はこちらです。チャラララララ。こちらはですね、癒しメダカキャンピング、夏秋月さんというキャンプ場に来ております。ここが一応洗い物できる場所になってます。で、お魚くれました。で、一応道路が目の前なんですけど、意外と車は全然通らなくて静かなんですよ。こちらですね、夏秋月さんはここにある通りメダカ屋さんなんですね。もともとメダカ屋さんでずっと経営されていたところで、一応ですね、去年の7月にオープンしたばかりのキャンプ場です。メダカ屋さんはもう5年ぐらい運営されてるみたいですね。サイトが2つあります。今日私が泊まる方がこっちの、ウッドデッキになってる方で、隣にウッドデッキじゃなくて土のサイトがあります。ここもね、車止めて入ることができます。で、周りにね、冬眠中のメダカさんがたくさんいらっしゃいます。すごい。このサイトの真ん中にあるのがキャンプ小屋を作ったみたいで、すごいテキストもある。めちゃくちゃ秘密基地そう羨ましい。すごい秘密基地やば、いいな。で、この真ん中にね、メダカすくい用のメダカさんたちもいるみたいなんですが、今は冬眠して潜っちゃってますね。大丈夫だけど、大丈夫ですか？全然聞いてるけど。じゃあ大丈夫です。ありがとうございます。今ジープ人気あるよね。女性にも人気あるよね。いやー、乗りたいです。なんか150ね、150。150、ようん、いしょ。それは痛いな。めっちゃこたつ。めっちゃこたつじゃん。めっちゃこたつ。いい感じ。パリだね。はい。だから取れたんだけど、ちょっと待って。取れた。長い？長いです。
こんな長い？そうですね、そのぐらいですね。沈んじゃったんじゃないの？やばい。ちょっと待って。だってスノーピークのはい。これ使って4台持ってるタイプのやつで、もうちょっと大きいやつがはい。グローストーブってあるんだけど、はい。これははい。かわいい。すごいな。はい、常にお腹空いてるんで。町営町でやってるはい。温泉みたいなのいっぱいある。そうなんですか？露天風呂だよ。家族の朝だったらだっていうか。そうですね、まだ許せるけど。自分の子供。ちょっと失礼します。よし。足はまった。うちのタオル。あ、残りもんだけど。中は文字だよ。ありがとうございます。タオル。メダカ。イベントって。ちっちゃい、そんな。はい、この音が最高。オッケー。ああ、それで買ったんですか？すごー。失礼します。すごーい、お家だ。あ、すごー。お風呂。広。広。トイレが、とっても綺麗ですね。めっちゃいい。わー。洗濯もできるんですか？できます。すごいですね。洗剤あります。洗剤もありま踊りす。そうです。すごい。あれだけないです。ドライヤーだけ。なるほど、なるほど。わかりました。自然乾燥で。はい。はい、じゃあ、入ったら、はい。もうお湯だけで大丈夫。お湯だけで適温でバーッと出るから。わかりました。はい。はい。美味しそう。
ありがとうございます。美味しそう。うまっ。あっく。あゆ、イワナ、ヤマメ、ニジマス。あ、そうなんですか。ね、イワナも大きいけど、味がちょっと違うかな。うまっ。本当に種の付き合い。あれもあれでさ、ビーフシチューとかもやったけどさ。皆さん、これ静止画じゃなく、なんとこのタイミングで体調不良になりました。外が寒すぎて体が冷えたのか、テントに戻った瞬間に倦怠感と寒気が一気に襲ってきました。うわー、ちょっと熱あるかもなーとは思いつつ、とりあえず一旦休もうと思います。昼寝からおはようございます。昼寝してだいぶ寒気っていう部分はちょっと落ち着いたんですけど、なんだろう、気だるさ、倦怠感みたいなものがまだちょっとあるかなっていう感じで、あと扁桃腺持ってるんですけど、そこが結構腫れてそうだなっていう感じで、こう触ると痛いので、なんだろう、風邪かな。でちょっと今トイレ行ってきて、マスク車から持ってきたんですけど、多分管理人さんがちょっとね、もうキャンプ場にいない感じだったので、ちょっと電話して体温計あるかどうか聞いてみたいと思います。電話がつながらなかったので、メールの方を送らせていただきました。これでちょっと気づいてくれたらいいんですけど、ちょっとね、メール確認しつつ過ごしていこうかなと思います。このキャンプ中に体調が悪くなるっていうのが今まで一度もなくて、初めてのことなのでちょっとびっくりしてます。まさかの事態すぎて。で、私体温計とか解熱剤を持ってきてないんですよ。よく頭痛とかお腹痛くなったりするんで、そっちの薬は持ってるんですけど、どうしようかなーってご飯もね、午後2、3時ぐらいにオーナーさんがお魚とお肉焼いてくれて、それ以降食べてないので、ちょっと水分とかもね取りたいと思います。冷たい。ちょっと喉冷やそう。3つ独り占めしちゃうぜ。すごいサイレンが怖いんだけど、なんかあったんだ。ワンコちゃんが結構ね、車が通るたびにね吠えるので、ちょっとびっくりしますいただきます。冷たい。生き返る。うまっ。ビタミン取って明日、いや今日中に治すつもりで頑張ります今管理人さんが来てくれました。なんか管理人さん別のお部屋で寝ていたそうです管理棟が別であるらしくて、そっちで寝ていたみたいで、わざわざ今サイトの方に来てくれました。で、今はストーブついててあったかいんで、ここでご飯とか食べられそうなんですけど、寝る時だけロッジの方で寝ていいよって言ってくれたので、就寝時はロッジをお借りして
寝ようかなと思います。いやー、ありがたいです。ありがとうございます。で、急遽、オーナーさんが薬局に連れてってくれて、薬と体温計と買ってくださいました。で、今ね、ちょっと食欲がないっていう風にお話をしたら、うどん作ってくれるから待っててって言ってくれて、ちょっと今コテージの方に移動して、でご飯待ちです。はい。いや、本当に感謝しかないです。いろいろ。めっちゃ美味しそう。ありがとうございます。いやー、至れり尽くせりです。もう介護してもらってます。いやー、美味しいです。はい、ということでね、ご飯食べながら、オーナーさんとね、結構話しました。2、3時間ぐらい。すごい、お話が大好きなオーナーさんで、楽しく話を聞きながら、テレビ見ながら、まったり、休みました。化粧も落としてきたので、コンタクトを外してね、寝たいと思います。なんか、熱測ったんですけど、やっぱり微熱節々の痛みみたいなものとか、ちょっと気だるい感じとかはあるので、まあ油断しないで早めに寝たいと思います。それじゃあ皆さん、おやすみなさーい。おはようございます。すごい。見て、このまるで雪が降ったかのように思ってます。結構凍ってる。やば、相当寒かったんだろうな。やばいね。で、熱の方もね、回復しました。ありがとうございます。よくしていただいて、無事にね、今日の朝は回復できました。ありがとうございます。今から軽くね、ちょっとご飯を食べたいと思います。バタバタしててテントの中の紹介できなかったんですけど、入ってすぐこたつがあります。このスタイルは初めてやってみました。いい感じにね、天板がフィットしてくれて、めっちゃこたつになりました。中に湯たんぽ入れて、足元はあったかいよっていう感じで昨日はちょっとね、過ごしてました。で、まあ、昨日の残骸たちが使おうと思って使えなかった調理器具たちがいます。ここはちょっとぐちゃぐちゃなんですけど、でこっちにゴミ箱とかよく使うね、ギアとか置いてます。昨日つけられなかったランタンもね、ほんとごめんなさいって感じです。で、ボックス新しくしました。前までジョイフルホンダで買った緑のボックスだったんですけど、年始にジョイフルホンダで安くなってたボックスを買って、そっちにね全部入れ替えました。で、このシールは今まで買ったギアについてたシールとか、イベントでもらったシールとか、いろいろ貼ってます。で、灯油タンクとストーブっていう感じですね。昨日さ、飲み残したよ。お茶飲もうと思った。ここに入ってたお水も凍ってる。お餅入れます。で、お餅に
さっき入れたバターをこれでもかってくらい染み込ませるんですよ。醤油の量はね、分量なんですけど、お酒を飲むとか、ちょっと濃い味が好きな方は大さじ1入れるといい感じです。これかな？完成です。よいしょ。オーナーさん開けてきます。いただきます。うまっ。撤収しようかなって思ってたところ、オーナーさんが近場にいくつかキャンプ場があるからちょっと案内するよっていうことでね、連れてってくれるみたいなので、皆さんにもね、情報共有になればいいなと思って、少し偵察しに行ってきます。来ました。1個目。結構広いですね、ドッグラン。すごーい。結構受付棟もおしゃれな感じ。千代田里山ソロキャンプ場って書いてありますね。すごい。オートで2000円か。いいですね。この7番サイトが一番人気らしい。すっごいいいですね。広。ソロにしては広い。あ、鳥いる。トイレの目の前にニワトリさんがおる。テントサイトをドッグランにしたってことですか？分別すれば、作られるね。ここは、こう階段をね、上がっていくと、あの建物が温泉みたいで入れるそうです。入ってきて、くすっと笑ってしまったんですけど。ここね。レジ場。めちゃくちゃシンプル。うるさい。うるさい。うるさい。怖い。で、ここね。レジ場の横。見てこれ。便所。便所ってウケない？手洗いとかさ、トイレのまだいいけど、便所って結構でも古いですね。しかもこれ男女一緒じゃない？違うの？こういうで、シンプルなトイレです。トイレがここしかないので、多分男女一緒だと思います。今紹介したこちらのキャンプ場は、キャンプ場併設旅館癒しの里という場所になります。茨城県の土屋市の方にある場所ですね。なかなか私はこっちの方までね、来ることはないので、いろんなキャンプ場見れて楽しかったです。近くにお住まいの方とか、ちょっと遠いけど、気になったから行ってみたいなって方いたら、ぜひぜひ行ってみてください。
ずっと続けばいいんだろうね。まあ、たくさん買えば安くはしてくれると思うんだけど、やっぱり電話しといて、明けましておめでとうございます。はい、撤収の方が終わりました。ちょっと今回は思いもよらぬ体調不良を引き起こしてしまって、本当に介護をしてもらいました。本当にねありがたかったです。合衆月さんはまだねオープンしたてのキャンプ場で、これからどんどん施設の方をね良くしていきたいということで、なんか春先には土だったサイトをさ芝生にしたいとかっていうお話もありましたし、これからが楽しみなキャンプ場だなっていうふうに思いました。ということでね、久々の、ネイチャーハイクと初めてのこたつスタイルで、少しはちょっと堪能できました。本当はいろいろね作りたくて、材料持ってきてたんですけど、またそれは次回に撮っておこうかなと思います。では皆さん、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。